はい、こんにちは、色塗り堂でございます。今日はですね、透明水彩でベタやグラデーションがうまくいかない。これで私ずっと困っているわけなんですけれど、これを解消すべく、ウォーターカラーメディウムとオックスゴール、こういった液体を使って、ヘタっぴでも綺麗に塗れるかどうか試したいと思います。で、ウォーターカラーメディウムは、色の伸びが良くなる液体で、オックスゴールの方は、絵の具の、紙がね、絵の具を弾いちゃうっていうのを抑えて、紙に馴染みが良くなる、そういう液体です。どっちも絵の具に混ぜて使うときは、なるべく水を使わないようにするみたいですね。で、今日はこれウォーターフォード水彩紙、これですね。これがなんか水を弾きやすい紙だってことらしいので、いろいろ動画見たりでも、人によっていろいろ違うので、本当なのかどうかわからないんですね。で、最初はまず普通に水を使って塗っていきたいと思います。で、2番目に、ウォーターカラーメディウム、これを使って均一に塗れるか試してみます。色の伸びが良くなることで均一に塗れる。で、今度は3番目にオックスゴール、これ紙への馴染みが良くなるんだけれど、もしかしたら滲んだりするかもしれない。これを使ってですね、紙への馴染みが良くなるということは、弾かれずに塗れるんじゃないかと。それを試す。で、4番目に、両方使ったらどうなるか、これも試したいと思うんですね。で、今まで言った方法で、ダメなら、この紙を先に水で濡らしてから両方ウェットインウェットっていうのかな、それを試していきたいと思います。で、最後に一番うまくいった方法で、青から白にグラデーションできるかっていうのをやってみます。それで、ついでに、ここに貼ってあるんですけど、これね、3M ジャパンなんですね。3M さんのドラフティングテープ。なんだっけ？そういうテープをですね、貼り止め用の紙テープですね。ここから紙からきれいに剥がせるか、これも見たいと思います。この紙の感じが、これ
綺麗に剥がれない気がしているのです。はい。それで、今回使う紙でしょ、それから透明水彩絵の具、これ2つの液剤、全部、オルベイン酸で統一してます。そう、筆はですね、オルベイン酸のブラックリセーブル、丸筆ですね。丸筆の8号。これを使うので、本当にオールホルベイン酸なので、メーカーによる、相性の問題みたいなのは出ないはずです。はい。早速、では、やってまいります。まず水ですね。弾くには弾くんですけど、確かに。でも結構綺麗に塗れてます。あれれ？裏は出てますけど。じゃあ次に、ウォーターカラーメディウム。ちょっと塗りにくいですね。
では次にオックスゴール。確かに、オックスゴールは水を弾きません。はい。で、最後に、よいしょ。まず、ウォーターカラーメで、オックスゴール。よく混ぜ混ぜ。あ、見えなかった。見えてなかった。これですね。両方使ったやつ。それから水。それから、これがウォーターカラーメディウム、オックスゴール。で、両方使ったやつ。それで乾かします。はい、乾きました。どうでしょう。個人的にはこれが一番、オックスゴールドゴールドじゃない、オックスゴールのが一番綺麗に、まあ、比較的そのベタになってるかなと思うんですね。こっちも悪くはないけど、この通り水は、なんか弾かれてるんですよね。で、予定にはなかったんですけれど、今から乾いた後でぼかしができるから心配なのでやってみます。まあ、どれも溶けますけれど、
グラデーションしやすいのは、これだから、ウォーターカラーメディウム。で、オックスゴールはやりにくい。なぜか、色が薄かったせいなのかしら。これもう一度、水だけのやつ。もしオックスゴールを使うなら、乾かないうちにグラデーションした方が良い感じですね。ウォーターカラーメディウムなら、ちょっと乾いた後でも大丈夫かな。で、両方使ったやつは、こんな感じですね。どうなんだろう。綺麗なグラデーションができる感じではない。でもベタはこっち。だから乾かないうちにオックスゴールでやればいいのかな。水だけのやつ。水だけので、なかなかこう、溶けないということは、これは紙の性質が関係しているのかもしれない。それよりは、カラーメディウムが乾いた後でもう溶けやすい。でもせっかくなので、オックスゴールでやりたいとは思ってますけど、せっかくなので、水で濡らしてからで、ウォーターカラーメディウム。ね、こんな感じ。まあ、綺麗は綺麗。いいね。オックスゴール。おー、にじむにじむにじむ。ブインウェットは、オックスゴールド、まあ、きちんと塗ろうと思ったら、オックスゴールには向かないと。まあ、でも、マスキングしとけば、大丈夫な感じですね。で、
ウォーターカラーメディウムは、まあ確かにこの水のね、弾きはちょいちょい出ますけど、ウェットインウェットで、むしろ綺麗に出るかな。こんな感じでございます。ではですね、これ。チャイニーズホワイト。まあ私は、透明水彩のホワイトはちょっとこれしか持ってないので、このチャイニーズホワイトでグラデーションやってみたいと思います。ロスゴールドでやりますね。いつも私が、出るグラデーションよりは綺麗にできたので、これで乾かしてみたいと思います。白にもオックスゴールドを使ってます。オックスゴールだ。オックスゴール、を使ってます。これで乾かします。だいたい乾きました。まあ、使わないよりはいいかな。ちょっとね、ベタのところが失敗しちゃったんですけど。せっかくなので、ウォーターカラーメディウムでもやってみたいと思います。これで乾かしてみます。はい、おおむね乾きました。こちらがウォーターカラーメディウムウェットインウェットで、下がオックスゴールね。で、こっちの方、オックスゴールの方がマット感があるのと、こういう風にこう、近づけてみるとですね、結構綺麗なんですよ。この辺はですね、私の塗りが下手だっていう、それだけのことなんですけど、丁寧に塗れば、オックスゴール、いいんじゃないかと思います。またこの端の方はね、ウェットインウェットで、の方が、オックスゴールも綺麗には塗れるはずです。はい。ただね、どうしても下の方が、下っていうか
キングしてないところが、こう、滲んでいっちゃうので、それは、なんとも、しがたい。けれど、まあ、白にね、白まで行くんだったら、そうですね、オックスゴール使わないでおいて、こうやっていくのもありかなと思ってました。で、意外だったのがこれです。確かにね、こう、ほら、弾いてんですよ。水はね、水というか紙に、こう、絵の具が弾かれちゃってるんですけれども、綺麗です。はい。よいしょ。グラデーションは、この、ウォーターカラーメディウムの方が綺麗にできました。少なくとも、この、ウォーターフォード水彩紙ですね。うん。これでは、ウォーターカラーメディウムの方が、筆跡とかも残らずに綺麗にいきました。こっちもね、ウェットインウェットでやったら綺麗にいきそうではあります。はい。なので、どうしようかな。これも実験しようかな。と思うんですけど、でも、私これで満足してしまいましたので、ウェットインウェットで、ウォーターカラーメディウムを使っていきたいと思いました。はい。グラデーションの場合はですね、単純にただただベタならもうオックスゴールですね。楽でございました。はい。そんなわけで、最後にこれです。これ。これ、ドラフティングテープ。綺麗に剥がせるかな？はい。ですね。うん。裏面は、スルスル、これはがきなんですけど、剥がれたんですけど、こっちの面、肝心要の確保の面ですね、表面。これはですね、ゆっくり、そっと剥がさないと、破れそうです。はい。なので、短時間の作業なら大丈夫だと思うけども、例えば、1日2日買っておくと、もしかすると、ここ、ベリっていくかもしれないですね。まあ、そっと剥がせば大丈夫でしょう。ということでした。あるいは、水張りすれば大丈夫かもしれません。私、水張りをしませんので、これは気をつけなきゃいけない紙だという認識になってました。はい。今日はそんなところでございます。ね。ウォーターカラーメディウムとオックスゴール。
ターカラーメディウムは、水はじきの強い紙だと、まあ、なんていうか、ちょっと残ってしまう。質感が出てしまうという言い方もありますけれど、弾かれてしまう。けれども、ウェットインウェットで使うと、とても綺麗なグラデーションができます。で、オックスゴールは、こう、やっぱり弾かなくなるので、その質感がですね、綺麗ですね。ただ、ちょっと、グラデーションは難しい感じです。ただ、工夫をすれば、ウェットインウェットでも、工夫というか、これ、なんだっけ、メンディングじゃなくてですね、メンディングだったり、そういうのをすると、で、ウェットインウェットで、綺麗なベタができます。はい。ということで、本日の動画、以上でございます。それではまた。